マイの日本語ポッドキャスト。こんにちは。マイの日本語ポッドキャストへようこそ。マイです。皆さんお元気でお過ごしでしょうか？私は元気です。はい。明日からですね、日本は5日間の連休です。5連休。そう、ゴールデンウィークなんですね。皆さんはゴールデンウィークって知っていますか？ゴールデンウィークはGW って書いたりするんですけど、このゴールデンウィークっていうのは4月の終わりから5月の初めにかけていくつかの祝日、昭和の日、憲法記念日の日、緑の日、そして、子供の日ですね。この祝日が続いている期間のことです。はい。で、日本ではこの期間は連休になるので、みんなどこかへ遊びに行ったりとか、あとは家族で一緒に過ごすっていうことが多いですね。皆さんの国でもこういった長いお休みってありますか？ちなみに私は今韓国に住んでいるんですけど、韓国はね、残念ながらゴールデンウィークがないんですね。そう。連休はないんですけど、でも日本と同じく5月5日の子供の日だけ祝日ですね。うん。それ以外は多分普段通りかな。そう。なので、毎年この時期になると、日本はゴールデンウィークで連休じゃないですか。だから、もう毎年、はあ、日本は連休か。いいなあ、羨ましいなあっていう気持ちになっちゃいますね。実際に日本でも、やっと明日から休みだ、遊びに行くぞとか、あとは家でドラマを一気見するぞとかね。そんな感じでワクワクしている人も多いかなって思います。でも正直に言うと逆に疲れちゃうっていうこともあるんですよ。で、なんで連休なのに疲れちゃうのって話なんですけど、ゴールデンウィークって、本当にどこ行っても人が多いんですよ。もうめっちゃ混んでる。お店とか行ってもすごい人がたくさんいるし、あとは道路とかも渋滞になるんですね。なので、そのゴールデンウィーク中にたくさん予定を入れてしまうと、逆に疲れてしまうっていう、そういったこともありますね。はい。ということで、今日はですね、そんなゴールデンウィークについてと、あとゴールデンウィーク後によく聞く5月病についてお話ししていきたいと思います。ぜひ最後まで聞いていただけると嬉しいです。そして、このマイの日本語ポッドキャストではメンバーシップもやっています。興味がある方はぜひ概要欄をチェックしてみてください。じゃあまず最初にゴールデンウィークについてなんですけど、さっきも、お伝えした通り、4月の終わりから5月の初めにかけていくつかの祝日が続いている期間のことですね。で、この祝日がこうつながることで、日本では長いお休みになる人が多いんですね。で、今年は4月の29日と、5月2日かから5月6日までの6日間がお休みになります。でも、有給休暇を取って、こう、間の平日もお休みにする人もいるのでね、その場合はもっと長い連休になります。じゃあ、そのゴールデンウィークの祝日がどんな日なのかっていうと、まず4月29日の昭和の日。この日は、昔の日本について考える日と言われているんですけど、実際にはお休みとしてゆっくり過ごす人が多いかなと思います。はい。そして次に5月3日の憲法記念日です。この日は日本の憲法がスタートしたことを記念する日です。
この日も多くの人は普通にお休みとして過ごしています。そして次に5月4日の緑の日です。この日は自然や緑を大切にするための日なんですね。5月4日はもともと国民の休日と呼ばれる休日だったそうなんですね。で、5月3日の憲法記念日と5月5日の子どもの日の間にあって、お休みが長く続くようにしていたそうです。で、緑の日自体はもともとは4月29日だったんですね。ですが、2007年に4月29日が、昭和の日となったことをきっかけに、緑の日は5月4日に移動したそうです。最後に5月5日の子供の日です。この日は子供の成長をお祝いする日ですね。もともとは男の子の成長を願う日だったんですけど、今では子供たちみんなの健康だったり幸せをお祝いする日になっています。あと、この日は子供たちだけじゃなくって、お母さんへの感謝の気持ちも込められていると言われています。この日は日本らしい文化があって、鯉のぼりっていう魚の形をした旗を家の外に飾ったりします。で、その鯉のぼりがこう風にね当たって空を泳いでるみたいに見えるんですよ。で、それがね、すごく可愛いし、とっても綺麗なんですよね。で、この鯉のぼりをどうして飾るのかっていうと、鯉のぼりは鯉という魚がモチーフになっています。で、この鯉っていう魚はとっても強い魚で、流れが速い川でも元気に泳ぐし、あとは滝のようなところもこう登っていくって言われているんですね。だから、鯉のように子供たちが元気にたくましく育つようにっていう、そういった願いが込められているんですね。あとは、柏餅っていうお菓子を食べたり、男の子がいる家庭では、五月人形っていうお人形を飾ったりします。で、この五月人形っていうのは、子供の日に飾る人形のことで、子供を守って元気に育つようにっていう意味があります。こんな風にね、ゴールデンウィークはただの連休ではなくって、こういった日本の文化だったりとか、行事も少し感じられる期間なんですね。じゃあ実際に日本人はゴールデンウィークをどんな風に過ごしているのかっていうと、実はですね、ゴールデンウィークはどこにも出かけずに自宅で過ごすっていう人が意外と多いんですよ。で、やっぱりね、こうさっきも言いましたけど、どこに行っても混んでるんですよ、ゴールデンウィーク中は。そう。本当に人がたくさんいるので、だからあえて出かけないって、そういった考えをする人が結構多いんですね。で、家での過ごし方としては、例えば、ネットフリックスで気になっていたドラマだったり、アニメを一気に見たりとか、あとはずっと読めてなかった本を読んだりとかね。そうやって過ごす方も多いかなと思います。あとは、そのゴールデンウィークの連休で掃除だったり、家の掃除とか、あとは片付け、服とか家具の整理、なんか断捨離とかをする人も多いんですね。はい。ちなみに私も人混みがね、本当に好きじゃないタイプなんですよ。なので、私も結構日本に住んでいる時は、ゴールデンウィーク中は家にいることが多かったですね。他には日帰りで遊びに行ったりとか、あとは国内旅行を楽しむ人もいますね。で、たまにこう海外旅行に行く人もいるんですけど、この時期って本当に飛行機代がめっちゃ高いんですよ。なので、
海外旅行よりも国内旅行に行く人の方が多いかなって思いますね。あとは帰省する人も多いです。で、この帰省っていうのがどういう意味かっていうと、地元を離れて暮らしている人が、休暇などに家族に会いに実家へ帰ることを帰省と言います。はい。こんな感じでね、この時期は移動する人も本当に多いので、高速道路だったり新幹線もすっごく混むんですね。で、ニュースでも渋滞とか帰省ラッシュっていう言葉が本当によく出てきます。あとはね、ゴールデンウィークでも普通に働いている人もいます。特にショッピングモールとかレストランで働いている人、接客業で働く人たちは、むしろこの時期が本当にめっちゃ忙しい時期なんですね。で、これはテーマパークも同じです。テーマパークもゴールデンウィーク中は普段よりも本当に何倍もお客さんが多くなるので、人気のアトラクションは何時間も並ぶっていうこともあります。だから、例えばディズニーランドとか、あとはユニバーサル・スタジオ・ジャパンとかに行くと、もう人が本当にすごいから、遊びに行ったのにめっちゃ疲れたっていう声もね、よく聞きます。そんなゴールデンウィークにも、やっぱりね、あるあるもあるんですよね。なので、私が思うゴールデンウィークあるあるをいくつかご紹介したいなと思います。はい。まず一つ目が、ゴールデンウィーク前日、テンション高めで退社。はい。これはね、結構日本人の方は共感してくれる人多いんじゃないかなって思うんですけど、もう明日から連休がスタートするって思ったら、その日の仕事、もうすごい頑張れちゃったりとか。もちろんいつも頑張ってるんですけど、やっぱりテンションが高くなるから、よりやる気が出るみたいなね。うん。とか、もう、よし、あと1時間仕事頑張れば、明日から連休だみたいな、そういった気持ちがどん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 、高くなっていくので、そう、もう退勤する時にはもうすっごくワクワクですよ。やった明日から連休だって。夜更かししてドラマ見るぞみたいなね。うん。私はそういうタイプでした。はい。二つ目は、寝ずにドラマや映画をめっちゃ見る。はい。これもね、絶対にめっちゃやってる人多いんじゃないかなって思うんですけど、さっきも言いましたけど、私もね、そう、そのゴールデンウィークの連休中に夜更かしして、ずっと見たかった、気になってたドラマとかを一気に見てましたね。カンドラとか、韓国ドラマね。そう、見てました。あとは、ゲームもね、すごい私好きだったので、オンラインゲームとかもめっちゃしてましたね。夜更かしして。そう。やっぱり、仕事をしながらだと、ゆっくりドラマを見たりする時間って、なかなかね、できなかったりするんですよ。なので、こういうゴールデンウィークとか、連休がチャンスなんですよね。だから、こういう期間中に、もう一気に、もう夜更かしして見るっていう人も、はい、多いですね。三つ目は、渋滞がひどくて遊びに行く気がなくなる。はい。これもね、本当にあるあるだと思いますね。やっぱり車を持っていても、ゴールデンウィークの期間中は、どこも渋滞になってしまうので、もう車で出かけるっていうことがめんどくさくなっちゃうんですよ。もうどこ行ったって結局渋滞でしょって。うん。なので、多分そうね、渋滞が原因で遊びに行かずにお家にいるっていう人もね、多いかなと思います。4つ目は、接客業の人は地獄の連勤。はい。
ゴールデンウィークはやっぱりお店とかは書き入れ時なので、接客業の人ってお休みが取りづらいんですよね。で、この書き入れ時っていうのが何かっていうと、お客さんがたくさん来て、お店がとっても忙しくなる時期のことです。はい。なので、この接客業の人は、もうゴールデンウィーク中はほぼ休みなし。もう連勤。もう出勤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 って、こう働く人もね、たくさんいますね。5つ目は、休みが長すぎてやることがなくなる。はい。これも私実際経験あります。はい。私が日本に住んでいた時、その年のゴールデンウィークがね、確かね、10連休とか11連休だったんですよ。本当に長いお休みだったんですよね。で、まあ、私はね、あんまりこう出かけたりするタイプじゃないので、結構家にいたんですけど、その見たかったドラマとかも一気に見ちゃうから、もう見終わっちゃうと暇なんですよね。そう、それで、ああ、どうしよう、やることなくなっちゃったな、みたいな。後半は暇になるっていうことも、ありましたね。6つ目は、休み明けが超憂鬱。はい。この憂鬱っていうのがどういう意味かっていうと、気分が重くて元気が出ない状態のことを憂鬱って言います。そう、これもね、結構経験してる人多いと思います。やっぱり連休ですごい遊んだりとかね、あとはゆっくり過ごす人が多いので、もうまた出勤前日になると、はあ、明日から出勤か、みたいなね。そういったちょっと気分が落ちちゃうみたいな、そういった人も結構多いです。今ね、休み明けが超憂鬱っていう風にね、あるあるでお伝えしたんですけど、そう、この時期はね、5月病っていう症状になる人もとっても多いんですよ。で、この5月病っていうのが何かっていうと、5月頃になんとなく気分が落ちたりとか、やる気が出なくなったりする状態のことを言うんですね。で、日本では4月が、こう、新しいことが始まる月なんですよ。例えば、学校に入学するとか、会社に入社するとかね。そう、新しいことがスタートする月なので、その新しい環境に早く慣れようっていう、こう頑張る人が多いんですよ。あ、早くお友達作らなきゃとか、早く仕事に慣れなきゃっていう人が結構多いんですよね。で、その後にゴールデンウィークがあって、そのゴールデンウィークの間、少しね、ゆっくり休む時間ができるじゃないですか。で、その休みの後に、また日常に戻るので、その日常に戻る時に、気持ちがうまく切り替えられない。うん。切り替えられなくって、ああ、なんかしんどいなとか、なんかやる気が出ないなっていう、こういった症状になるんですね。はい。例えば、5月病の症状としては、朝起きるのが辛いとかね。あとは学校や仕事に行きたくない。なんとなく体もだるいし、あとは気持ちも重い。うん。そういった症状になる人が多いですね。うん。5月病は結構多くの人がこういった症状出るんですけど、もちろんこれは病気っていうよりかは、気持ちの疲れだったりとか、ストレスに近いイメージかなと思います。実際に私もね、こう、いわゆる5月病っぽいなって感じたことがありましたね。日本に住んでいる時、会社員としてね、働いている時に、やっぱり、その時が本当に10連休とか11連休とかだったんですけど、そのゴールデンウィーク終わった後、あのね、朝起きることが本当に辛かったんですよ。なんかいつもとは明らかに違うんですよね。
アラーム鳴ってるのがもう聞こえてるの。分かってるのに、体が動かないんですよ。なんか起き上がれないっていうんですかね。そう、それでなんかアラーム止めて、しばらく動けないからじーっとするみたいな。うん。で、起きてからも、なんかいつもだったら、よし、会社に行く準備しようって思えるのに、5月病になってしまうと、なんかこう起きるんだけど、はあ、準備しなきゃいけないのか、みたいな。うん、本当に気持ちが朝からこうやって落ちちゃうんですよ。だからなかなか準備も進まなくって、いつも以上に時間がかかってしまったりしましたね。うん。やっぱりしばらく長い間ね、こう連休でお休みしてしまったから、やっぱり私自身も気持ちの切り替えをするのが難しかったんだと思うんですよ。それで会社行ってからも、やっぱりいつもよりもなんだかやる気が出ない。仕事に集中できないみたいな、そんな状態になったこともありました。うん。でも、これは私だけじゃなくって、私の周りでも同じような人いましたね。その会社のね、同僚の人たちとかも、なんか今日の朝起きるの辛かったんだよねとか、うん。本当に仕事行きたくなかったんだよねとか、うん。そういった話をしたこともありました。で、そうすると、私もなんだけど同じじゃんみたいな。絶対にこれ5月病だよねみたいな。そういった会話になったりもしますね。うん。だからこういう風に5月病っていうのは、特別なことじゃなくって、割と多くの人が、経験しているっていうのが、この5月病の特徴かなと思います。はい。ということで、今日はですね、ゴールデンウィークについてお話ししていきました。いかがでしたか？ゴールデンウィークってね、すごく楽しいイメージもあるんですけど、やっぱり実際はね、人が多くって疲れちゃったりとか、あとはその後にね、こう気持ちがぐーんと落ちて、うん、5月病になってしまったりとかね、結構いろいろあるんですよね。でも、こういうちょっとだるいなっていう感じも含めて、これが日本の5月らしさなのかなとも思いますね。はい。本日も最後まで聞いてくださってどうもありがとうございました。また次のポッドキャストでお会いしましょう。バイバーイ。